本来は子供が親から愛をもらうのですが、機能不全家族だと親が力で子供を利用していて、子供は愛情をもらうことができません。これでは子供の心は育ちません。こういう背景を考えれば、心が育っていない人も決して悪い人ではありません。何も悪くないのに、いつも欲求はちっとも満たされずに、人生がとても苦痛でとても苦労をしている人です。だから心が成長していないと言われて罪悪感を持つ必要はないし、ご自分を責めないでください。自分を責めずに自分の状態だけをしっかりと見つめてください。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。2、30分の動画では伝えられないことを詳しく書いてありますので、興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。一例ですが、心は安心できる環境で愛されて育つことで成長できます。でも、心が未成長のまま親になった人は、自分のことで精一杯なので、子供の欲求を理解できなかったり、理解できても無視したり、怒りを感じたりすることがあります。これでは、子供に安心感や愛情をあげられません。そこで、心が未成長の親に育てられた子供も心が成長できません。もちろん何事も原因は一つではなくて、心が成長できない原因も環境の問題や遺伝子の問題やその他いろいろな問題がありますので、これは一つの例です。心が成長できないという問題は、アダルト・チルドレンにとってとても大きな問題で、いろいろな面で問題を起こしています。それなのに、自分が心が未成長とはなかなか気づきません。誰でも自分は心が未成長で、小さい子供のようにわがままで、自己中心的で甘えているとは思いたくないからです。だから気づいてもすぐに意識から消えやすいです。また、大体において、周りの人も、あなたはこういうところが甘えているよ、などとは教えてくれません。相手を傷つける可能性や怒らせる可能性があるからです。だから教えてはくれずに、でも我慢の限界が来たら、急に怒って離れていく人が多いです。だから、なおさら自分の問題点には気づけません。気づくためには、ある程度勉強したり、心を育てたりする必要があります。気がついていなかったり、認めていなかったり、忘れている人は、日常生活の中でいろいろトラブルを起こすし、嫌われるし、同じことを延々繰り返します。心が成長していない人の問題はいろいろな側面があります。対策を講じるには、心が成長していない人の特徴、つまりいろいろな側面を熟知する必要があります。これはアダルト・チルドレンにとってとても重要なことです。とても重要な項目なので、今まで出してきた動画の中でもいろいろな側面の話をしていますが、今日は心が未成長の人は欲張りすぎているという側面を紹介したいと思います。これは気づくだけでも大きいです。対策を講じられるようになります。対策を講じられるようになる人とそうでない人の差はとても大きいです。これはそのための動画です。1、ここに気づこう。2、どうすればいいか対策。
3、ポイントの振り返りと補足。4、すぐにできること。このような順番で話します。まずは気づく必要のあることから話します。よくアダルトチルドレンは愛を求めていると言われます。愛という言葉は一つなので、このような表現になるんですが、心が成熟した大人が求める愛と、小さい子供が母親に求める愛は違います。多くのアダルトチルドレンは、小さい時に母親に求める愛が満たされていないので、大人になっても母親に求める愛を周りの人に求めています。でも自分が小さい子供のようだとは思いたくないし、このように愛という言葉は一つなので混同されていることも手伝って、自分が求めているのは心が成熟した大人が求める愛とは違うということにはなかなか気づきません。ここに気づくことがとても大切です。そして小さい頃に満たされるべきであった愛情欲求はとても激しく大きなものです。言い換えれば小さい子供は依存心がものすごく強いです。今でも心が成長していないということは、このものすごく強い依存心が残っているということです。そこで、ああしてほしい、こうしてほしい、もっともっとしてほしいと、とても激しく愛を求めています。つまり、小さい子供が母親に完全に依存するように、自分を取り巻く世界全体に、ああして、こうして、これもして、と激しく強く求めているということです。自分を取り巻く世界全体にと言ったのが一つのポイントです。つまり、運とか政治とか環境とか会社とか単なる知人とか、もっと言えば顔も知らないような人にまで激しく強く求めています。一般的に心が成長している人は、親しい人にある程度求めることはあっても、自分を取り巻く世界全体に自分の欲求を完全に満たすようにと求めたりはしません。心が成長していないということは、どこか小さい子供のような感じ方をしているので、幼児的万能感みたいな、自分は何でもできる、何でも手に入る、みたいな感じ方がどこかにあることが多いです。だから、運にも政治にも環境にも会社にも単なる知人にも、あるいは顔も知らない人にまで、周りは自分にこうするべきだ、自分をこう扱うべきだという感じ方をしています。大事なことなので何度でも言いますが、それを激しく強く求めています。小さい子供が母親に求めるような愛を激しく強く求めているということは、あれもしてくれて、これもしてくれて、それもしてくれて、しかも一方的にしてくれる人を求めているということです。もっと言うと、お願いしたことは、嫌な顔や疲れた顔は一切せずに、全部完璧にこちらの理想通りにしてくれて、一切こちらを批判することも口答えをすることもない人を求めています。さらに言うと、こちらがお願いするとずうずうしく思われて嫌な人は、
こちらがお願いしなくても、こちらの望んでいることを完璧に理解して、お願いしなくても自ら勝手に動いてくれて、完璧にこちらの欲求を叶えてくれるような人を望んでいます。小さい子供のように、これが当たり前という前提の中で生きているということです。当たり前という前提の中で生きているので、これをその都度意識しているわけではありません。無意識でこれが当たり前だと思っていて、無意識で激しく強く望んでいるということです。無意識だから自分が甘えているとは最初はなかなか気づきません。ここまで激しく強く望んでいると、時には周りの人が気を使って譲ってくれることもあります。でも本人はあれも欲しいしこれも欲しいので、それを譲ってもらってももっともっと欲しいです。ここでの注意点は、もらうことしか考えていないので、自分の方は一切与えていないということです。傍から見ていると、ずいぶんもらってるじゃんと感じるんですが、本人はちっとも満たされません。だから少しはもらっているのに、いつも不機嫌です。また、このような人は、あの人にも嫌われてはいけない。この人にも嫌われてはいけない。ほとんど関係のない自分にとってどうでもいい人にも嫌われてはいけない。心に問題を抱えていて、人を愛することができない人にも嫌われてはいけない。すべての人に嫌われてはいけない。このように感じていることが多いです。人間は生まれ持った気質は違うし、お互いに欲求を持って生きているし、時には欲求がぶつかり合うこともあるので、すべての人に嫌われないということは不可能です。不可能なので、誰かには嫌われます。誰かに嫌われた時のダメージはみんな同じではありません。自分のことを嫌う人も出てくるだろうと思っている人と、すべての人に嫌われてはいけないと思っている人では、たった一人の人に嫌われた時のダメージが全然違います。同じように、あれも欲しい、これも欲しい、地位も欲しい、お金も欲しい、成功も欲しい、完璧な健康も欲しい、優れた容姿も欲しい、理想の体型も欲しい、優しい友達も欲しい、理想な恋人も欲しい、などなどをすべて完璧に手に入るべきだと思っている人は、人間や現実は完璧ではないし、欲求が満たされないこともあると理解している人より、望み通りにならなかった時に大きなダメージを受けて心理的に不安定になりやすいです。これが心の成長していない人の特徴です。つまり小さい頃に満たされるべきであった愛情欲求が満たされていないということは、まるで心に穴が開いているんです。心に穴が開いているから、もらってももらっても全部落ちてしまって、もっと欲しい、もっと欲しいとキリがありません。そもそも親がこの状態だったんです。親がこの状態であれば、子供に対して、あれしなさい、これしなさい、もっとしなさいとなります。
子供は親の期待に応えようと努力しますが、どんなに努力しても親は満足してくれません。どんなに頑張っても、なんでそんなこともできないんだ、ダメな子ね、となります。つまり、親が心が未成熟で依存心がものすごく強いから、無意識で子供にも依存しているということです。力のある親が力のない子供から激しく強い愛を求めるということは、親が子供を自分の欲求を満たすような人になるように力で操作するということです。本来は子供が親から愛をもらうのですが、機能不全家族だと親が力で子供を利用していて、子供は愛情をもらうことができません。これでは子供の心は育ちません。こういう背景を考えれば、心が育っていない人も決して悪い人ではありません。何も悪くないのに、いつも欲求はちっとも満たされずに、人生がとても苦痛で、とても苦労をしている人です。だから心が成長していないと言われて罪悪感を持つ必要はないし、ご自分を責めないでください。自分を責めずに自分の状態だけをしっかりと見つめてください。しっかりと見つめるとは、例えば激しく強く望んでいると、周りの人はあいつはわがままだ、自己中心的だ、何甘えてんだと感じます。自分は何も嫌われるようなことはしていないつもりなのに、なぜかいつも嫌われてしまうのは、ここに原因があります。アダルトチルドレンが生きづらい根本的な原因の一つは、自分の欲求が完全に満たされることを激しく強く望んでいるということです。アダルトチルドレンは育ってきた背景を考えると、誰が何と言おうと悪い人ではありません。でも、周りには自分がこのように見えるんだということに気づく必要があります。では、どうすればいいかという対策です。心が成長していないことで、一番問題が出るのは気づいていない時です。そして最初に話したように、この件は普通は誰も教えてくれないし、なかなか気づけないし、なかなか認められないという特徴があります。この問題は気づいて、そして自己否定せずに認めて、忘れないようにはっきりと心に刻むことがとても大事です。気づくだけではなくて、はっきりと刻むことまでが必要です。心が成長していないと、欲張りになるだけではなくて、いろいろな問題が出ますが、そのような自分の問題に一つずつ気づいて、認められれば気をつけることができるようになります。もちろん気づいて気をつけるだけではなくて、心を成長させていく必要もありますが、でも気づいてはっきりと心に刻んで気をつけていれば、そうでなかったより全然変わってきます。なので、自分のこれまでの人生を振り返って当てはまることが自分にはないかと考えてみてください。当てはまることがあったのであれば、それを忘れないようにノートに書いておきましょう。アダルトチルドレンの克服には、書くことがすごく大事です。ノートを用意することをお勧めします。自分に当てはまると思うことや、自分で大事だと思うことや、
また他の動画でもちょくちょくこのことをノートに書いておきましょう的な話をしていますので、もしよかったらそういうのをもうメモっておいて、まとめて見返すと忘れないで身につけやすくなると思います。ノートの使い方は人それぞれの自分の使いやすいように使えばいいのですが、私は家で使う用の大きいノートとは別に、持ち歩けるようなポケットに入るサイズのノートも作って、仕事の移動中や、もっと言っちゃえば仕事中や待ち時間に何度も何度も見てはつぶやいていました。このように小さいノートもおすすめですので、よかったら参考にしてください。逆に言うと、書かないとすぐに忘れて、またゼロからやり直しになってしまうかもしれません。アダルトチルドレンの問題は、頭で理解すれば終わりではなくて、本当の意味で体の芯から腑に落ちないとなかなか自分のものになりません。頭で理解したつもりでも、腑に落ちるまでの間に忘れてしまうかもしれません。だからノートや本や動画などを何度も何度も繰り返し見たり聞いたり読んだり口に出したりすることが必要です。つまり見るときと聞くときと読むときと口にするときとで使っている脳の箇所が違います。体の芯から理解し腑に落とすにはいろいろな方面から埋めていく必要があると思います。そして自分はあれも求めこれも求め、たった一つでも気に入らないことがあったら、なんかものすごい不当なことが起こったと感じる。このような自分であることに気づいたら、現実は完全を望んでも無理だと理解する必要があります。多くのアダルトチルドレンは、あれが手に入れば、これが手に入れば、このような人と知り合えれば、理想のあの人と付き合えれば、と欲しいものを手に入れることで幸せになろうとしていますが、これでは幸せは感じられないどころか不幸になります。要求の多いアダルトチルドレンが幸せになるにはその逆です。自分の欲求は完全に満たされるべきだという執着を手放すことが幸せを感じられるようになる秘訣です。心が健康な人は相手に50だけ求めて、自分も相手に50だけしてあげます。50と言いましたが、もちろんこの数字は相手によって変わります。単なる知人に50を求めても無理です。話を戻すと、求めすぎずに自分が犠牲にもなりすぎない関係だから健全な関係ができます。でも心が未成長で要求が激しい人は完璧を求めすぎるし、また自分を犠牲にもしすぎます。これはそのうち怒りや憎しみになります。求めすぎ、そして犠牲になりすぎだと、自分はこんなにしているのに相手は何もしてくれないと感じ、激しい怒りにつながります。これは自分だから完璧に欲求が満たされることは無理だということではなくて、他の人もみんな完全に欲求が満たされることなどありません。自分だけ我慢しなければいけないという不当なことが起こっているわけではありません。他の多くの人は
ある程度で満足しています。いくつかの満たされないことがあっても、それが現実だと理解しています。我慢させられているという気持ちは不健康ですので、自分は求めすぎていると気づいた人も、ある程度で満足できる心を育てる必要があります。これは心の成長とも関わっているので、今まで完全を求めていた人が、すぐにはある程度で満足できるようにはならないと思います。求めすぎることを気をつけながら、最終的には心が成長している状態を目指して生きていくということが必要です。では、ポイントを振り返りながら補足します。心が未成熟の人は、自分の欲求が完全に満たされることを当たり前のように感じ、それを前提として生きている人が多いです。例えば、恋人なら365日いつでも私を優先すべきだ。恋人なら私の望みを理解してくれて完全に満たしてくれるべきだ。恋人なら私が悲しい時に悲しんでいると理解し世話してくれるべきだ。恋人なら私に完全な優しさをくれるべきだ。このように完全を要求しすぎているので、例えばご馳走してもらっても高価でないと、私は大事にされていないと不満になったりします。これは恋人に依存しすぎているということです。気づかなければいけないことは次です。この依存は大人の依存ではなくて、小さい子供の依存なんです。小さい子供は子供だし、一人では生きられないので、親に依存します。それも激しく依存します。あれもして、これもして、それもして、もっとして、もっとして、と要求が激しいです。心が成長していない大人も、このレベルの依存をしているんです。このレベルの依存はキリがないです。してもらっても、してもらっても、あれもして、これもして、どこまで行っても満たされません。そして、そんなにしてもらっているのに、たった一つしてもらえないことがあると、そのことを激しく憎みます。このような人は常に不満で憎しみを感じます。キリがない激しすぎる欲求は、恋人であっても完全には自分の欲求を満たしてもらえないということです。恋人であってもと言ったことがポイントです。恋人どころか、ただの同僚や単なる知人であれば、もっと満たしてもらえません。それなのに、無意識で全ての人に完全に自分の欲求を満たしてもらうことを要求しているのが心が未成長の人なんです。ただの同僚や単なる知人であっても必要なことをお願いしてみるのは間違っていません。でも完全に自分の欲求は満たしてもらえるという前提でいるのは間違っています。会社に対しても同じです。上司に不満だとします。その上司への不満が改善されても、給料が少ないところが不満。そこが改善されても別なところが不満。
不満で不満で不満なので、ついに辞めたとします。次の仕事を探しているときに、前の会社みたいに完全週休2日制で残業もなくて休憩も多かった会社はなかなかないな。前の会社はそこまで悪くなかったな。と感じたりするかもしれません。つまり、完全が手に入るという無意識の前提で生きているので、本当は結構もらっているのに、もらっていない部分にものすごい不満や怒りを感じます。欲しい欲しい、もらおうもらおうとしている人は、手に入らなかっただけで傷つき怒りになりますが、自分以外の人がもらって自分がもらえなかった時は、普通の人以上に激しい怒りになります。また、相手に完璧な優しさ、完璧な理解力、完璧な人間であることを激しく要求している人は、相手が普通であるだけで傷つき怒りになりますが、相手にそっけない態度をされたときは、普通の人以上に激しく傷つき、激しい怒りになります。つまり、病的に依存心が強い人は、自分の方はしてあげることはないのに、してもらうことだけを激しく強く望んでいます。このような人は、依存心が克服できるほど愛されていないということであって、決して悪い人ではありません。でもそれでも少しはもらえているのに、もらえなかった部分に不満や怒りを感じていれば、周りに嫌われてしまいます。自分はものすごく求めているとはっきり認識できていないときはコントロールできないで、無意識で求めすぎるのを何度も繰り返してしまいます。だから自分はこういうところがあるんだということに気づいたら、忘れないように何度も何度も見たり聞いたり読んだりして、はっきりと認識しておく必要があります。はっきりと分かっていれば、誰でも嫌われたくはないので、求めすぎることをコントロールできるようになっていきます。そして、コントロールするのと同時に、自分の欲求は完全に満たされるというのは幻想でしかないということを体の芯から理解し、腑に落とす必要があります。欲張りすぎている人が幸せになる方法は、あれもこれも手に入れることではなくて、自分の欲求は完全に満たされるという幻想を手放すことです。この進む方向を正すことが必要です。そして、もちろん一番大事なことは、心を成長させることです。ただ、心を成長させるには時間がかかるので、この自分に気づいて自分をコントロールするというのは、それまでの応急処置的なニュアンスです。この動画では、他人に求めすぎているということをテーマに話しましたが、心が未成熟な人は、その他にもいろいろな面で問題が出ます。なので、心を育てることはとても大事なことです。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後に、その日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、
過去の不満だった出来事を振り返ろうです。会社への不満でもいいですし、上司への不満でもいいですし、友達への不満でも何でもいいんですが、不満で怒りを感じた出来事や、不満で関係を終わらせてしまった出来事などをもう一度振り返ってみましょう。もちろん相手が悪かったんだと思いますが、その中でも自分がもらっていたものもあるのではないかと考えてみてください。実際はあの時思っていたよりはもらっていたなということに気づくことで少し大人になれます。次に、今不満な関係がある人は、その関係についても検討してみてください。今もらっていることを無視して、つまり気づかないで、もっと多くを求めてばかりでは、そのうち嫌われてしまうかもしれません。気づいていなかったけど、実はもらっていたということに気づくことでも心の成長につながりますが、アダルトチルドレンは心を成長させて依存心を克服することはとても大事なことです。それについては、甘えや依存心を克服しようという再生リストを参考にしてください。動画のすぐ下の概要欄にリンクを貼っておきます。心が成長していない人は自分が甘えているということに気づくことがとても重要です。それも自己否定せずに事実だけを受け取ることがとても重要です。いつも最後までご視聴ありがとうございます。それからいつも応援してくださっている方、ありがとうございます。高評価やコメントをくださる方もありがとうございます。心から感謝しております。今後もアダルトチルドレンが生きやすくなるために重要なことを配信していきますので、応援してくださる方、一緒に成長していこうという同志の方や仲間になってくださる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。バイバイ。